今回はブラシレスモーターを試してみます。最初は前回の補足から。このブラシモーター用の ESC ですが、2から3セル対応の ESC となっています。取説には電池の種類によってはジャンパーピンを変えろと指示もあります。前回の実験結果では、リポ電池の2セルで最高 8V を超える出力でした。これは WPL 純正基板の出力と比較するとほぼ同等の結果でした。今回は3セルの 11.1V で出力を計測してみます。電池詳細は、リチウムポリマー電池、BMS ありの3セル、満充電池で約 12V 前後あります。まず、この電池の現在の電圧を確認しておきます。最高で 12.27V、平均でも 12V 前後です。では実際に ESC に接続して出力を計測してみます。ご覧の通りの出力結果で、やはり電池の出力と同等の値です。前進、リバースともに 12V を出力しているのが確認できます。ここで問題が発生しました。出力実験後、ESC が起動しなくなりました。2セル、3セルともに電源が入りません。起動のビープ音も鳴らなければ、赤色の LED も点灯しなくなりました。対策として、バッテリーを外し、バッテリーからの入電ポートのプラスマイナスをショートさせて、数分、放電させました。その後、2セルのバッテリーを再接続したら、LED は点灯するようになったがビープ音はしません。さらに、一晩放置して放電させました。結果、正常に動作するまで復帰しました。LED、ビープ音ともに正常です。原因がわからないので、今後の3セル実験はやめておきます。今回購入したモーターと ESC はこちら。プラスチックケースに入って送られてきました。モーターは NEEBRC ブランドでアウトランナータイプです。防水ではなく、2322サイズの 2600kV 低速トルクタイプです。この2600の数値が高くなれば高速に強い対応で、低くなれば低速対応のようです。実際の大きさはこんな感じで、370よりも細いです。シャフトの径は 1.9mm、長さは 15mm ほど。WPL6474 のモーター付属のキニオンギアが使い回しできるサイズです。このギアボックスのモーターについているキニオンギアでも OK でした。付属のキニオンギアは10枚刃で 7×7mm くらいに見えます。取り付け用のビスが2本ついていて、2.5mm、3mm ビス用のタップが切られています。ブラシレス専用の ESC は様々ありますが、専用配線になっています。1週間ほどで到着し、早速テストしてみました。回転はすごい。けど、一定方向にしか回転しないし、プロポの動作が変でした。よくわからないので、
購入した商品ページを確認しました。そうです。ヘリ用としっかり記載されていました。ブラシレス専用でも、車用、ヘリ専用などの種類があるのを知りませんでした。700円以下だったのですが、勉強料を払いました。結果、冒頭のセット商品を購入することとなりました。こちらも、届いてすぐいじってみましたが、パワーがすごいです。前でのギアボックスと、ミセルリポとの組み合わせで検証しました。ボディを乗せなければ、ひっくり返る角度まで登っていきます。ボディをいじりすぎているせいか、乗せたら少し重そうに動いています。それでも良い動きをしていると感じるので、とりあえずは良しとします。この AM30 には、自由にプログラミングしてお好みに設定できます。接続機器が必要になりますが、気になる点として、電源の入力ケーブルが弱いです。プラグは T プラグに、ケーブルも太いものに交換しました。先ほど登場したギアボックス経由でセットアップしました。最初は741の電池格納スペースに設置しましたが、ほんの少し厚みがオーバーしてボディとぶつかってしまいます。純正の基板があった位置に変更、固定して、レシーバーをエンジンボックスの隙間に押し込みました。64同様、スイッチとサーボ線はジョイントとジャンパー線で延長してあります。どうしても配線がここに集中してしまいます。空間を確保するために、ボディ側の LED 配線をできるだけまとめる必要がありました。この右奥に、レシーバーが収まる空間があります。補足です。もともとついている電源用のコネクタですが、JST、SM、2ピンではありません。JST、SM、3ピンコネクタを2ピンだけで使っているようです。C74-1 も LED で装飾しています。純正の LED ホールはすべて、さらに、ルーフとオリジナルバンパーにも LED を埋めてあります。高電圧で LED が焼けてしまう問題は、今回は一括で管理できるよう、AMS1117 を採用しました。AMS1117 とは、3端子の低電圧 IC です。タイプは 3.3 で、小さくて邪魔になりません。プロポとは別の無線で、電灯のオフをコマンドしています。64-1 同様、ウインカー LED は点滅 IC を採用してます。LED 専用のバッテリーとして小さいリポ電池を仕込んであります。受信機は待機電源で消費してしまうので、LED バッテリー用の電源を別で付けてあります。64-1 も同様の構造です。長くなってしまったので、走っている様子は次回とします。